どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。オーガニックな全粒粉さやです。短って思ったでしょ。思ったよ。短くなっちゃったはい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、こうするしかなかったんだ。何したんだよ。歯ブラシさんはね、歯を磨かせてもらわないとね、はい君の歯を抜きに来るよ。怖っわかったね。飛ばしすぎだろ段階をもうちょっと事前予告しろよはい、はいということで今回こちらです。怖い、この顔の位置ズレズレじゃん。これはね、みんなに言ってるの、この3点ポイントさえあれば、どこの位置に顔描いても顔に見えるよっていうああ、まことをあ確かにあるね。言いたいの。うんうんうんそうでもこれちょっと耳に突っ込んじゃったの。ちょっと突っ込みすぎということで今回やっていく企画はこちら。ランダムなお題から冒頭3ページだけで漫画対決。米ルーレットスタート。というわけで、漫画とかにもよくね最近出てくるワードではあるから知ってる人も多いかもしれないんですけど、ネームというのはですね、いわゆる漫画ができる前の、どんな話にしようかな。そう、どんな話にしてどんな感じの小回りにしようかなってする、漫画の元みたいな、設計図みたいなものです。ねるねるねるで言うと一番の粉って感じですね。まあそうですねわかるかこの例え夏目さんちもですね今絶賛ネーム書いたりとか、ちょっといろいろ進めている漫画の企画だったりとかね、頑張って書いてるわけですが、動画的に楽しく練習もしたいなと、発想力鍛えたいなというわけですよ。前もね交換漫画とかってあれもネームみたいなもんだと思うんだけど、まあそうね、あの時のね、でもなんかあれはさ、どちらかというとなんか無茶ぶりをし合う対決でどうしたらいいのか分かんないみたいなそう感じだったじゃん。じゃなくて、今回は今から出てきたランダムなお題をですね、スタッフにチャット GPT から引っ張ってきてもらいました。漫画のお題を、チャット GPT ですよもう、そこからランダムにお題が来ます。3回戦やるんですけど、1回戦目は1単語、2回戦目は2単語、3回戦目は3単語、それを全て反映した漫画の冒頭3ページを書いてください。いやもうこれはもうお題を引いた時の爆発力にかけるしかないよね。いやもうそれよ、私の僕たち本当にまだだからお題がどういう組み合わせで来るかなんて分かんないんで。そうよ。しかも制限時間、1時間ぴったりでお願いします。なので、今回は夏目さんち殿下の宝刀の1時間の目安を測りたいわけじゃなくて、1時間お知らせしますではなく、今回は1時間でどこまでできるのかです。お話を作れるのかっていうこと、だから1ページ目しかできなかったら、もうそれは1ページ目しかいかなかったっていうことです。だから冒頭3ページっていうことだから、後ろに大きな物語があるかもしれないっていう、この先続きが読みたいなと思わせるような漫画を果たして1時間でしかもランダムなお題で書けるのかっていう恐ろしい企画ですよ。だから練習ですよ、練習。そう練習。別にこういうのを何回もやっていくことでね、発想力を鍛える練習にもなるわけで。そうです。だってみんなだって最初蝶々結びできなかったでしょ。そういうことよ。さやさんだってできないよまだ。そういうことだよというわけで無謀なチャレンジやっていきたいと思います。まずは、第1回戦目、スタッフからいただいた、ワードでカードを作ってまいりましたので、じゃあどれがいいのどれでもいいわ、分かんない。そうごめんなさい、ルール言うの忘れてたわ今回お互い違うお題じゃなくて、同じお題でどんだけ違うものが60分で展開されるのか。じゃあ行きましょう。じゃあゲンさん、じゃあいいよ。じゃあじゃんけんで勝った方がいいよ。それ分かんないんだって。それじゃあ最初はグーじゃんけんぽい。負けとるやんけ。じゃあいいよ、こいつで。その子にする？こいつにするわ。じゃあ1回戦目1お題なので、この1枚からいきますよ。じゃあそのお題は何ですか？せーの、ドン。うわ、宇宙船の墜落。固有むちゃ固有お題じゃんね。これチャット GPT が出したんだ。分かってんじゃん。分かってんじゃん宇宙船の墜落だってね。俺たちが欲しいもん分かってんじゃん、そういうお題では欲しいのということで1回戦目お題宇宙船の墜落、よーいスタート。難しい。宇宙船の墜落ね。いや好きだけどね、そういうの。いや大好きじゃん。そういうの好きだけど、でもさ1時間で何を書くのよ。宇宙船に乗ってるやつがさ冒頭でどこかに墜落するのかさ、全く宇宙船を知らない人が上からこう何か来ちゃったパターンなのかみたいなさ。果たして君はどっちを選ぶ？もう分かんないですよ。宇宙船の墜落か。
トークに向かないな。向かないな。何にも話せないぞ。何にも話せないぞ。2人で考え込んでるもんな。話そうとするとさ、今考えている物語のことをそうこれが雲散無償ってなるちょっと待って、コマを割り切るまで話すのやめようぜ。やっぱりなんかまずね違うの、こういう時ね書きたいものを明確にするっていうのね大事だよね。すごいいいこと言ったんじゃない？すごいいいこと言ってる。でもこれ多分ね面白いと思うんだけど、書き方さやと僕全然順番違うと思う。多分さやね絵から書くと思うんだよね。そうそう、僕文章から書くの絶対。ねいつもそうだよねゲイさんって。そう絵を入れないで文章書いちゃうの。まあちょっと喋んのやめようや。いやマジ冷静にやめた。冷静に自ら。いやマジでもう7分間俺書いた言葉教えてあげようか、この7分間で生まれた言葉。2023年7月生まれ日記現状これ小学生のね夏休みの日記と変わんない。まだかっこいい。この真ん中に棒が挟まってるだけめちゃめちゃかっこいい。みんな小学生もみんな使って、この一回ピーって棒を入れることによってなんか自信になるから、めちゃくちゃね。ところでさゲイさんさ何嘘でしょ嘘でしょお前脳みそを全てストーリーを作ることで持って帰れてる今俺びっくりしちゃって今iPad さんも多分初めての経験なんで、こんなの初めてってかけられちゃうとこだったよね。これはゲイさんをぶっ刺しに行く物語を作ろう。なんでよ。ゲイさんに刺さる物語が作れれば勝ちなんだよ。喋んないの？寂しいな。寂しいな。まだ本当に書けないわ俺。ちょ一瞬マジで本当にさ5分でいいから黙っててくれはい、1時間経ちましたが、はい、さ、1時間で3ページもネーム書けるわけないよねいきなり与えられたテーマでね、思ったより書けなくてびっくりした、という中で、とりあえず3ページ埋めたそうなんかこんなにさこんなに黙った撮影ないよまあでもこれちょっと面白いんじゃないかなということで、はい、行きましょうか。まず1回戦目、じゃあ宇宙船の墜落1時間、3ページ、どんなひどい話がじゃあさやからいきましょう。はい、じゃあさやさん、なんかねさやめっちゃ書いてたからさそわそわしたわ俺。めちゃくちゃテストの時に横のやつがよどみなく手が動いてる時の焦りがあったやべえ俺全然できてねえと思って全然思いついてない。はいというわけでさやさんはこんな感じでね、はい始まりましたね。いやいいね。バイト20連勤目の帰り道、何かが山に落ちた。墜落宇宙船が山を駆け上ってるわけですよこれは。チャリをすっ飛ばして駆けつけた先で俺が見たのは何ですかと。クソデカセーラー女子だいいな、かわいいわ。ここかわいくない？かわいい。そうクソデカセーラー女子だったんですよでこんなの想定外だと、そう彼はこの宇宙船が、そう宇宙から飛来したものを宇宙船だとなお熱いを、一番最初に発見して部品をちょっともらって後でヤフオクで高値で売るつもりだったのに。ヤフオクなんだ。しかもメルカリとかじゃないんだこの子ヤフオクの方何年代の話よこの子そうでセーラー女子とは思わんやんいやどこなら売れるそもそも売れるのかってじゃあって声かけてきて、でバカが俺は金のことしか考えてなかった、明らかに地球人じゃないから殺されるかも、こうドキッとした瞬間、彼女が口を開きます、私中学生なんですけどだからなんだよっていう3ページから始まる、めっちゃ気になるけどいやいいな。さやめちゃくちゃ絵描けてるやん。いや俺好きよ。いやそう私すごい好きよ、いやこの2ページ目のクソデカセーラー女子で僕はもう好きでやった審査員捕まれてる捕まった、やった。じゃあやっぱ審査員向けにね、やっぱ狙ってた。やっぱさやいいよな。さやなんかキャラクターから描くからさ続きが気になるよね。でこれさこの漫画だって2ページ目から描いたもん。最初1ページ目からにしようかなと思ったんだけど、ちょっとめくって楽しい感じがいいかなと思って、確かにバイトで疲れた近畿大学生が見つけちゃったっていう設定にしてみました。なるほどね。いやいい。ありがとうございます。なんでこの巨大なセーラー服の女の子が墜落したのか気になるよね。そうその最初はねこう宇宙船の墜落かと思ったらこの子がいたっていうスタートですね。いいですね。見事。ありがとうございます。1時間でよう書いたな。すごいわ。
僕ね絵入ってないのよ。最初の40分で書いてる話を全没にして残り20分で書き直したの。やば。でもねそういうね追い込まれてた時のひらめきですよ。ちょっと先に全没にしたやつの書き出しね、おばあちゃんの家に行った話みたいな書き出しをしたんだけど、可愛い女の子。そうおばあちゃん家行ったらなんか変なやつがいたみたいなくらいから始めようと思ったんだけど、これやめました。やめちゃったんだ。このおばあちゃん家の話をやめました。はい、これです。この始まりからしたんですけど、速報です。謎の塔が出現してから8時間が経過しましたが、ついに人類に言語の壁がなくなりました。でちょっとおっさんね、これイケオジだと思ってたくよ、たった8時間で俺の15年間の努力が水の泡だぞって言って、でこいつはいろんな言語喋れるわけよ。かっこよ。津田健次郎さんいい楽しい。これなんか無駄な妄想楽しいよな。楽しい。そう1時間で全ての犬猫が二足歩行を始め、3時間で重力を半分に、5時間で人類の半数にエラが生成されました。やばって言って始まります。なんかめっちゃ原産節きたって感じする。そして次、一体この地球に何が起きてピッて止めてね、もう聞いてられない、スマホのニュース聞いてない止めるわけよ。で説明してもらおうかお嬢ちゃん、これが全部君の仕業だって。そうだよ、全部私が進化させたのだから、おじさんには私の宇宙船になってほしいの。一緒に墜落しようよ。いやしかもこの渋めのイケオジと定番だよな、もうこすられすぎてるコンビなんだけど、やっぱり渋めのおじさんと幼女っていう組み合わせは、いやもうみんな好きでしょ。もう宇宙を超えて全人類好きでしょ。そう撮りましょうやっぱさ、お互いさ追い込まれすぎてさ、マジで手癖が出てくるんだよ。癖しか入ってない。好きなもんしか出てこない、全然なんか独創的なもんを書こうというよりは、なんかもう自分の書けるもんを引きずり出そうっていう1時間だとさ癖しか出てこん。いやめちゃめちゃいい、っていう感じでした。まあ好きなっぽいのはできたね、でもなんか漫画を普段から書いてらっしゃる方からするとむちゃくちゃなもん出すなっていう、思うかもしれない。でも俺たちは見せていくから。そうだよ、恐れないから恥を。で今からこんな感じで、あと2回戦やっていくんだけど、ワードが増えてもっと難しくなっていくから。いやそうだよ、もうまだこんだけあるからね。これ以外の要素が入るともう縛りが増えるし、しかも1時間は変わんないし、かつてないんだけど、1回戦に使う脳みそのエネルギーが尋常じゃない。もう一旦なんかさ、ホットケーキ食べたいなほっこりしようとしてるさあではですね、早速2回戦目やっていきたいと思います。はい、2回戦目お題、今度ですね、2つになります。いやそうですよ、さっきは1個で、まあちょっとね自分のね自由な幅を聞かせましたけど、めちゃくちゃ自由だって。じゃあさげさん1枚引いて。そういう感じにしますか。はいでもかわいい。こだわりの表情なんだけど。じゃあこだわりの表情のある中の表情がないやつ、こいつ後ろ向きやぞ。じゃあねさえさんはね、汚れちゃってなんかしょんぼりしてるこいつですよ。じゃあ僕の方からいきますよ。でかいや。せーの。幽霊の声。うわ、幽霊じゃなくてさ、幽霊の声にするとこさ、ちょっとチャット GPT なんかすごいよね、分かってるよね。幽霊単体じゃなくて、なんかこの1個ワクワク感足してくれてる。いやそうじゃあこれうわもう面白そうじゃん。なんかさ映画のあらすじとかにさこの2つ入ってたらちょっとさ見たくなるよね。逆にむずいが幽霊の声と謎の手紙。これだってさ、主人公が気になるものってさどっちかにせよって感じ。いやそうなんだよなややこしいよね。いきなりもう2つ謎の要素出てるもんね。いやそう1時間でまとまるわけないだろ。やば、謎のルート2乗ですねということでいきましょう。2回戦目は制限時間1時間で謎の手紙と幽霊の声を足した漫画を書きましょう。謎の手紙、そして幽霊の声。果たしてそれは結末にどう向かっていくのか。それでは60分始めちゃって本当にいいですか。いいですけど。難しいですけど。難しいですね。始まっちゃったら終われないんですけどどうぞ。幽霊の声だよ。怖くない？幽霊の声ね。小学1年生だったさやさんがさ、毎晩階段の踊り場でさ、階段の壁に向かって、今日もありがとうおやすみなさいって言ってた話はどう？それめちゃめちゃ怖いよねそれさやのお父さんとお母さんやばかったと思う。今日もありがとうおやすみなさいって言って、これで階段上がって自分の部屋に戻っていく。イマジナリーフレンドだよね普通にそれは鬼怖いよな。ちょっと俺集中するね。マジで？すっごい突き放してこない？一回ね、一回。本当に10分でいいの？いいよ。45分までさやさんいいよ、黙ってて。いいよね。しかも黙ってていいよっていうことで、さやさん無理してるんじゃん今。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 才能だよな。
新しいもう私がゲンさんのいやさやねセビうんセビのこと褒めた思ったうれしいよくそんな適当なこと言いながら思考できるずーっとよくそんな適当なこと喋りながらさ同時マルチタスクできるよねさやってマルチタスク苦手とか言ってるけど実は得意なんじゃないの無理だよできない僕は本当にねマルチタスク大嫌いなんだけどできないよだってよく YouTube やってんなと思うもん喋りながら絵描くっていやもう本当マルチタスクの極みじゃん今すごくない絵のこと考えて話のこと考えて歌まで歌ったんですそうだよもうおかしいよイカれてるさあということで1時間経ちました2回戦目お題2つ、幽霊の声と謎の手紙はい、せーのドンおー見てはいはいあかわいい音鳴る手紙だそうボタンを押すと音が鳴るお手紙が歌ってるって言うじゃんかわいいそうかわいいかわいいでほら見てHHお兄さんがいるんですよなんだ HH お兄さん何見るからイケメンです、イケメンなんだけどちょっとこう不思議なさ謎の雰囲気をまとったイケメンお兄さんがここに渋い石田明さんとかのイメージでよろしくお願いしますね渋い石田明さんなんだよなそういう人がそうもう一回押すとほらお歌が変わるよなんだなーって言って、ありがとうことにこと兄さんねお誕生日おめでとういつはちゃんいつはちゃんそうおめでとうかわいい名前もかわいいカードもらったいつはちゃんはい思い出ですおいいことにいやでもそういつはちゃんの悲しい思い出なんですよこれはお母さんはことには遠いところにお出かけしちゃったって言っていたこの意味も今ならわかるこうカードをこう手に持って悲しいそう毎年くれた歌が流れるバースデーカード次の年からなくなった悲しいそう悲しいことにはいなくなっちゃったんだそう死んでしまったはずだったなんだこれ君も何大きくなったねいつはちゃんでかいな育ったな何白紙にボタンだけ音が出るよ怖ーっつってそう令和にこういういたずらはシャレにならんのよっつってこうはい謎の手紙が届いてるわけですよいつはちゃんの声に間飛ばしてねあそう10年後みたいなそう時が経ちましたある日白紙にボタンだけがついている恐ろしい手紙が届いてでも怖ーってもうポイってしたそしたらポイってした衝撃でピッってなってえって音が流れてしまったお誕生日おめでとういつはちゃんあの声で亡くなったはずのことにの声でお誕生日おめでとうのボイス付き手紙が届いたっていうお話ですめちゃめちゃ面白そうなんだけどホラーになっちゃったいやまあでも全然ホラーじゃないと思うよまだ本当なんかこれはまだハートフル幽霊物語のコメディいやコメディかどうかわかんないけど笑かすのはお前次第ある全然いやどっちにもいける感じするめっちゃ読みたいけどやだ褒められた基本的に無責任に面白そうにするから読みたいよねこの先知らんからねでももう想像しちゃうよねことには実は死んでなかったのかとかいやどっちなんでしょういろいろ膨らみますね考えたけど考えてないまあねまあ3ページだからねいやとりあえずこのことにがね書きたかっただけね石田明さんってこいつよく見るとさなんかさタートルネックみたいなやつでノースリーブなのもしかしていやそうだよこんな格好せんやろこれもういちいちお兄さんしか許されない格好だからこれはいっていう見たい普通にほら普通に見たいわちゃんと伏線回収したでしょなんで途中で歌ってたわ確かにそうだ思い返せば歌ってたわお前適当なこと言ってんだとか適当じゃなかったんだ実はマジかよでもすごくちょっとこのアイテムを出したひらめきはちょっと天才だった素晴らしいよかったありがとうございますじゃあ私すごい楽しみにしてたいや全然でもお互い楽しみよねこれねということでさやさんの話聞いててさスタートシーンっていうかそのさ展開する前のシーンっていうかさはい気になる丸かぶりやなって思うんだけどさやっぱり幽霊の声って言われちゃうとさ死人は出るよねいやまあそうねちょっと悲しいシーンはなんか入れないと出てくるよなと思って分かりづらいかな僕は1ページ目おじいさんですね我ながら素晴らしい人生を送ったと思う死を惜しんでくれる家族に囲まれている親父家族ね息子と孫と思い残すことはもう何もないと言いたかったやっと来たかドゥードゥ待ちくたびれて5000と22の物語を紡いでしまったようわなんかやばいもんなこれできたドゥードゥフランス語でぬいぐるみみたいな意味このやたらと髪の毛と手が長い女ついに私の最後までつきまとった女ソフィーうわなんかいたわけですよこいつ何なんだろうって感じなんですけどさあ手紙を書こうドゥードゥ書き出しは大事だぞ1文目はどうしようか手紙そうだ私は書かねばいや書かねば80年前のあの子へ時を超えた手紙をいや
おしゃれめちゃめちゃおしゃれやん。謎しかない。謎しかぶん投げない3ページを書いてみたい。やば。めちゃめちゃおしゃれ。そう、何なんだろうね。フランス映画みたい、本当に。そう、でも、多分こいつはフランス関係の幽霊なのか、化け物なのかわかんないね。現時点では。髪と手が長い女なの、こいつ。髪が長いはわかるけど、手も長い謎がなんか気になるし。5セント5セント22の物語を暇すぎて書いちゃった、こいつが死ぬまで。あ、そういうこと。この数字に何か理由はあるんですか？知らんよ、そんなソフィーに聞いてよ、それ。ソフィーなんで5022なんや。暇してたんだなっていうのと、こいつがものすごく文章を書く女なんだなっていうのを伝えたかっただけ。しかも手紙っつって、そう、私は書かねば、いや書かねばだから、こいつは絵を描こうとしてんだよね、このおじいちゃんはね。そうそうそう、これ車椅子乗ってる女の子の肖像画みたいな。謎だらけやん。の前でこう立っているセーラー服の女の子。うわ80年前のあの子へ時を超えた手紙を、だからちょっとこう SF も感じさせる確かにね話を。この子のところに、もしかしたらこのおじいちゃんが書いた手紙が届いていたのか、書いた手紙なのか絵なのかが現れるのか、届くのか、どうやってっていうか何これみたいなすごいっていう、こんなに謎入れれるみたいですね僕が好きなタイプの謎を散りばめたって感じ。すごい、フランス周りの物語にしたいなと思った。何の根拠もないけど、なんか謎の手紙の行方をこう辿っていくロードムービーみたいなのってフランス映画ってありそうじゃん。ありがちじゃない？そういう雰囲気すげえ好きなんだよ。空気感重視の感じ、ね、そう空気感重視、ゆったり進んでいく、なんか謎をゆったり追いかけていくタイプの、そういう雰囲気のこのおじいさんの人生をこう逆に辿っていくみたいな、その過程でこの少女とこのソフィーはなんっていう物語。いや、このね、ドゥドゥっていうこのワードを使ったことによってすごいね、もう世界が広がってる感じある、そう、次になんかこいつなんかあるんだろうなって感じあるよね。そうもうこいつらの関係性がきっとあったんだろうなみたいなのを入れたかったから、なんか呼ばせたかったの。これごめんなさい、僕がね適当に調べただけだから、さっき適当にフランス語の少年の呼び方みたいなですごいね、ピンポイントで探しに行ったんだ。そうだからこれが合ってるかは知らんから、これが間違ってても知らんまあでもなんかね、ドゥぬいぐるみっていう意味でも、なんかまあちょっとこの子がおもちゃ、そういうこと、おもちゃ扱いっていうか、こいつにとってはそのおじいさんは昔からそうぬいぐるみのような存在だったというわけですよ。すごくない？おしゃれすぎるんだけど、なんか匂わせただけ匂わせた。すごい読みたいんですが、だから映画で見たいかもしれない。確かに映画っぽいね。このおじいさんとこの少女日本人だから。ジャパン、そう、セーラー服着てるもんなと思って。これジャパンなんですよ。でこのよくわからんこの女だけがフランスなんですよね。わあ、なんかもういや楽しい。玄関の時の2作目決まったね。決まってないね。すごいゲイ化すぎるもん。何もやめて。めちゃめちゃ楽しかったね。これもすごいいい感じにクリアじゃないですか。まあなんとなくはね。いや楽しいけど、すごい普段の1時間よりよっぽど疲れるんだけど、あと1時間が本当に早い。じゃあ最終戦この3個ですよ、お題3個です。頑張ったよね。3個はすごいよ。どうなんだろう、逆書きやすくなったりするかな。組み合わせ次第ではもうこれ書けばいいのねみたいな奇跡起きるからわかんない。ちょっと GPT 君がいい感じにワードチョイスしてくれたら嬉しいけど、今回みたいにじゃあ悟空とナルトとルフィが主人公の漫画書いてくださいって言われたらってなっちゃうかもしれない。胸モリモリのね盛りすぎやろってやつまあやりましょうね。はい、じゃあラスト3回戦目、3お題やっていきたいと思います。さあでは最終戦3回戦目、ここから3枚引くと。いやそうですよ、もう2つ結構辛かったよ。もうずっとパンパンだった、気持ちが。選びますか？いや僕は絶対こいつは選びたいんだけど。せっかくさお化粧してきたんだもんね。お化粧しすぎだよね元がこれだとしたらね。じゃあこれ選びましょう。まずは僕これいきます。せいさんこのなんかちょっともうほうけちゃってるこいつ結構気に入ってるんでいいよ、最後の1枚その子がいい？じゃあこれ OK。 これムッてしてるやつね。というわけで我々が選んだのはこちらになります。ちょっと真ん中のこのメイクな子からいきましょうはい、せーの。幻の花園すげえファンタジーなの来たんだけど。めっちゃファンタジーじゃん急に。じゃあこれ同じ運命を背負うもの重くないか大丈夫、ファンタジーすぎない？はい、最後せーの。うわ熱っワード熱すぎん？やば。なんかこの未来見えてたの、チャット GPT って。すごくない？はい、やばい。オッケー、じゃあこういうことでいきますか。さあ最後ら3回戦目、幻の花園と同じ運命を背負う兄弟。はい、もう合体しちゃってる用意スタート。
マジキャラデザからいくか。もう分かんない。そうだよ、ファンタジーになっちゃうよな、幻とか言われちゃうとな。同じ運命って何同じ運命って。同じバスケ部に入る運命だったのかもしれない。でもそれもありだよね、別に。そう、ファンタジーにする必要もないよね。そう現代に持ってきてもいい。でもな、この辺ででも1回ぐらいさやさん自分の好きな世界観やりたいな。いやちょっと待って、今すっごくいやらしいことを思ったんだけどさ、好きなイラストを描くための好きな話を描こうと思って。うわ、咀嚼いいですね、来ましたよ。ピピピピピ来ました。俺の心のエジソンが今電球つけた。わざわざエジソン連れてくんだそんなことのために。お忙しいところごめんなさいね。ほらまた四角い。四角禁止令出した方がいいと思う。ほらまた四角いモノローグ。今ね、とりあえず材料全部切って並べてる状態で、人参とじゃがいもと玉ねぎか、カレーもできるな、シチューもできるかみたいな感じでそういう状態にある、何も決まってないだから。一方ゲンさんはとりあえず一番最初にあった具材を鍋に放り込んだんだってまあいいか、3つ食材があるからとりあえず1個鍋にポチャよし、でも固まりましたよ、さやさん。これちょっとさやさんがめちゃくちゃ好きな世界観でいきます。もういきます。ゲンさんすごい困ってんだよな今。でこの企画めちゃめちゃ困る企画だもん。この企画困った人誰ですか？俺どれ自分が困ったほらみんなこれが拷問チャンネルのあるべき姿だよ。よし、やめた。もう今人参とじゃがいもと玉ねぎ全部出したポンって全部何出したって。壁だけで料理します。例えで言うともうウェイパーしか入れないぐらいの感じでいきます。はい、まあ大事ですよね。俺の心のウェイパーを食らってください。待って、同じ運命を背負うもの入れるの忘れちゃった。終わった。グーはい、ということで、3回戦目、幻の花園同じ運命を背負う者兄弟、果たして書けたのか1時間でせーのドン。これ1ページ目ね、お互いね。1枚目。さやさんの方が楽しそうだからさやさんからでいいよ。じゃあさやさんいくね。いやもうこれさやさんは描きたいイラストから出した漫画にしたので、もう世界観の説明とか全くしてないので、もう分からない人は置いていきます。なんてこと言うの。もうさやさんはもうねアクセルを500キロで踏んでるので掴みたい人は掴んでてのください。ベタ踏みやん。はい、というわけでこちらね、おはようイーフォン、おはようシャオリン、おはようリーファー、これボタンの花ででかい。そう、お花に向かってこう話しかけてるみんな、こう名前をつけて、それで今日もみんな綺麗だねってなんか何やらさやさんがめちゃめちゃ好きそうなデザインの男の子がこう水やりしてるわけですよ。そう、それならなんかうーって声が聞こえる。おっておやーって覗き込んだ。ラベイビー。これはまた特別なのが咲いてるねって。エブーこれこのエブーっていうのは、うちのパラちゃんが最近よく言うパラちゃん発エブー確かに最近エブーって言うはい、というわけで赤ちゃんが2人咲いてんの。はい、このいたの花壇の中にいたっていう。いたのだか。はい、じゃじゃん、これ兄上また戦薬に鳥かぶと混ぜたでしょ。生と死で効能バトルするのやめてって言ったじゃんかっつって、これ弟、竜の弟、竜神なんですよ。そうでわーって入ってきたらお兄ちゃんがベリーキュートベイビーを2匹抱えていたという。可愛くね。可愛い。2人のね赤ちゃんを抱えてて、そう、何その赤ん坊って咲いてたんだ。そう赤ん坊の1000人なんて見たことないよって。そう長生きの赤ん坊って面白いねって、そんないるわけないんです。確かにね。そうじゃあ人間の子供ってことだよねって、なんで1000人の国にいるのさってことで、ここは1000人の国なわけです。うわ急に好きなのぶっ込んできたね最後の最後に。なんで1000人の国に人間の赤ちゃんがいるんだって、こう弟はすごい真面目なまともなの。でそれにこんなものを持っていたんですよ。玉璽っていうものがあるんですけど、これって皇帝が使う印鑑なんですけど、それって三国志の時に出てくるんだけど、これ拾っちゃった人とかがこれ持ってるってことはこれ次の皇帝になるってことじゃないみたいな感じで思って戦争が起きるみたいなことがあったんですよ。だから権力者がとっても欲しいものをこの赤ちゃんが持ってた。なるほどね。戦争の種だ。そう危機やん。この竜神の弟は察したわけですよ。これなぜか1000人の
の国に迷い込んでる2人の赤ん坊が持ってたものが、しかも王のね皇帝が持つような戦争の種にしかならないものを持っていたっていう、そうこれはちょっとやそっとじゃ人間の国に返せないかもしれないっていうスタートをした。めちゃくちゃいい、はい、いいな、この兄弟いいわ、龍神の弟と普通にこの千人のお兄ちゃんね、のんびりお兄ちゃん、そうこの千人の花園を育ててる、お兄ちゃんのところに人間の世界だと明らかに多分戦争に巻き込まれているであろう赤ん坊たちが来てしまったっていう話ですね、これは。すごいなんか急に千人ワールドにぶち込まれたこの世界観のイラストが描きたかったんです。わかる、さやさんが描きたかったんだなっていう。そうで多分この赤ちゃんも兄弟なんですよ、双子の兄弟。確かにちゃんと兄弟だわ。そう幻の花園っていうか、1000人が管理してる花園っていうちょっと確かに幻感あるわ。でこの戦争の種っていう戦争に巻き込まれている同じ運命を背負う赤ちゃんということで、なんかこれさコメディ始まりしてめっちゃシリアスになるタイプじゃん。ちゃんとなんとなくちゃんと網羅してるこういうキャラ好きなの。こういうなんかニコニコしながら変なことするみたいなやつが好きなんですけど、だって妙にキャラデザこもってるのよ、確かにもう決めてるもんちょっと。そう全部の中で一番さやが好きそうなもん書いた感はあるわ。いやそう、いやいいですね。いや楽しかったです。これ見事です。ありがとうございます。もうふざけてますね。ちょっと気になる、いやじゃあさやは割とちゃんと網羅してるけど、俺最初に言ったでしょ、とりあえず最初に1回鍋入れたよって。鍋には1回1回鍋に素材を1個ずつ入れてったよっていう。僕すごいことしたんだけど、1ページ目が完成した後に2ページ目を思いつくまま書いたら、それを受けて3ページ目を書いたってだけなの。もうそのまま順番通り走っただけで。順番通り走っただけ。じゃあゲンさんの話ちょっとお願いします。ということで僕の話、1ページ目、兄さん僕たちの願いは一つだよね。もちろんだ、今日までそのために生きてきた。これで世界を終わらせようルミエール。始まりました。始まりましたね。なんかちょっと重くないですか？重ための話が、要は兄弟ですね。2ページ目。なんか何かを見てる。なんか見てる女の子がいるよ。長かった僕たちの花園計画。泣くなルミエール、枯れてしまうぞ。水分は生きるために使うんだ兄さん。何の話をしているんだい。ちょいちょいちょいってやってる手始めにまずはこの家のプランターから。どうしたルミエール兄さん、この子供。ママ、タンポポさんが世界征服企んでるこれが5年前、私が5歳だった頃。怖いよ、花粉症になっちゃうよお花も生きてるのよってお母さんに教えてもらってたけど、お花がこんなにうるさいなんて知らなかったよこれ花屋さんだ。花屋さんです今。もういっぺんに喋んないで順番守れっつって。最近空気まずいよね。うんこちょうだい、うんこ。おい魚くせえよここ。暗い、怖い。今日夜暇。おはようミカ。眩しいんだよボケカスが順番守れかわいいかわいい。ゲンさんの話とは思えないぐらいコミカルです。コミカルですね。めちゃくちゃコミカルですめっちゃいい。これはあれね、お花の声が聞こえてしまうものですか？そうなんです。この子ある5歳のこの頃からお花の声が聞こえるようになってしまった子なの。でお花の声が聞こえるようになってしまった子が今15年後、20歳になって自分の花屋さんを持つわけ。でそして花の声が聞こえるこの子がそのいろんな人とお花で結びつけていくっていう物語ですね。素晴らしい。普通になんかヒューマンコメディですね。いやなんかゲンさんのことだからなんか、実はこの花って本当に企んでるのかと思ったもん。いやそれも後々もしかしたら本当に企んでる花にも出会うかもしれないね。確かにね。宇宙から飛来してきた植物が出るかもしれないしだから最初ね宇宙から飛来してる感じだったんだよ植物が。いややめようと思って、これはもう思いっきりこうコメディにしちゃおうと思ってタンポポにもう書いちゃいました。幻の花園を作ろうと企んでいた兄弟はタンポポさんですね。タンポポさん、タンポポさんのこう種の一個一個が喋ってたみたいな感じ。そうだから、割と同じ運命を背負った兄弟はこのタンポポさんたちなんですよ。そういうことで確かに飛んでいかなきゃいけない。種を増やすために間違いなく同じ運命を花園計画でこの花園計画も同じ運命をさ兄弟もさもうこれしかいない。タンポポさんが担ってるいやでも分からない。これからだってもうこの子にとって幻の花園かもしれんな。確かにこの子が幻の花園と言われるところに行った
ったらっていう話も面白そう。確かにね、行くかもしれんし。いいね、このブチ切れてる感じもいい。いや、いいですね。これも読みたい。楽しいこの企画。苦しかったけど、本当苦しかったけど。いやでもやってきましたね。はい3回戦やってきましたが、ちゃんと9ページ書きましたよ。いや楽しかった。ちょっとね、1時間はねやっぱきつかったけど、きつかったね。なんとかなりました。きつかったけど、その分考え込まずに書くしかねえっていうことなので、そうもう出すしかねえ、出すしかねえ状態はこれはこれで楽しいチャレンジだったので、またちょっとね、なんかこういうあんまりやってなかったので、漫画チャレンジ系ね、これからもやっていこうかなと思います。いや、いいねいいね。好きだよね。おや好きだよね。